突然だが霊夢、自爆心で一番弱いカードってなんだと思う？そんなのアースバウンドスピリットに決まってるでしょ？名前が似てるだけで全く違うカードだなそれは。正直、どんなカードがあったか忘れたわよ。なんか強かったのは覚えているけど、確かに強力なモンスターでもあるのだが、中には弱いと評価されざる得ないモンスターも存在してるんだぜ。それでランキングにしたいってわけね。わざわざやらなくても、と思うけど、正直少し気になるわね。さすが霊夢、好奇心旺盛で助かるぜ。というわけで今回は最弱の自爆心ランキングを、初期に登場した7種類で紹介していくぜ。さて、ランキング紹介の前に自爆心とは何か、紹介していくぜ。さっきも言ったけどなんか強かったくらいしか覚えてないわね。このテーマは2009年2月14日に発売されたパック、レイジングバトルにて登場したテーマで、テーマ間で色々な共通点があり、まず属するモンスターは全て、闇属性となっており、最近登場した自爆心スカーレットノバを除き、全てレベル10で統一されているぜ。さっき初期のカードを紹介していくって言ってたから、全部レベル10になるわよね。今回のカードたちは、そうなるぜ。で、共通効果として自爆心モンスターは、場に1体しか存在できないという共通効果を持っており、さらに直接攻撃できる効果、攻撃対象にできなくなる効果、そして、フィールド魔法カードが表側表示で存在しない場合、自壊してしまうデメリット効果を持っているぜ。直接攻撃に攻撃対象から外れる効果とかなり強力だけど、その代わり、自壊してしまうデメリット効果を持っているのね。そうだな、土地に縛られた紙で自爆心だから、そういったイメージなんだろうな。なるほどね、それなら確かにって納得できるわね。また自爆心は、ナスカの地上絵がモチーフとなっており、名前はケチュア語を英語表記にしたもので、元となった地上絵に表記されたものを意味しているぜ。モチーフがしっかりしてるわね。そんな自爆心だが、初出はアニメ遊戯王 5Ds で、最初の長編であるダークシグナー編で登場。5000年前の戦いの末、ナスカの地上絵に封印された邪神、という設定でダークシグナーと呼ばれる、選ばれし集団が使用、合計で7枚、登場しているな。つまり、ダークシグナーも7人いるってことね。そうだな、それぞれ何を使っていたのかは、モンスター紹介時に簡単に紹介するぜ。さて、自爆心の説明を続けるが、アニメでは 5Ds で展開された特殊デュエル、ライディングデュエルと極めて相性がいいモンスターで、デュエル開始時にフィールド魔法スピードワールドが発動され、さらに除去されることもないため、自爆心のデメリットはないも同然だったんだ。そっか、ライディングデュエルってフィールド魔法が常時発動してるものね。そう考えるとかなり強力ね。ただ、ライディングデュエル以外普通のデュエルの際には、フィールド魔法がないため他に用意しなければならず、アニメでもしっかり用意していたぜ。しっかり OCG 準拠なのね。ちなみに OCG で登場した自爆心たちはすべて、初登場時はウルトラレア、及びアルティメットレアとなっており、かなり豪華な仕様となっているぜ。さすがに紙と名前が付くだけあって豪華仕様なのね。まあ、再録時にはすべてレアに格下げされているけどな。残酷な現実すぎる。このように強大な力を持ち存在感もしっかりある自爆心。ただ、強さで見ればピンキリとなっており、強いモンスターもいるが、弱いモンスターもいるぜ。神なのに弱いなんてあるのね。ああ、だから今回その中でも最弱を決めるランキングを、私の独断と偏見でここで発表していこうと思うぜ。第7位は、自爆心アスラキスクだぜ。何これ、鳥？ナスカの地上絵でも有名なハチドリをモチーフにしたモンスターだな。ああ、これ見たことあるわ。かなり有名よね。そうだな。大体の人はナスカの地上絵でこれを浮かべるくらい、有名なものだと思うぜ。そんな自爆心アスラピスクは、アニメではダーリーこと、ダークシグナーとなったカーリーナギサが使用しており、効果は次回効果以外で場から離れた場合、相手場の表側表示モンスターを全て破壊。さらに、破壊した数 ×800 のバーンダメージを与える効果を持っているぜ。全体除去2バーン。かなり強い効果ね。ああ、表側表示限定ではあるものの非常に優秀な効果といえ、最大でも5600のバーンダメージを与えることが可能に、しかも発動条件も場から離れた場合に発動と非常に緩く、リンク素材にしてしまえば即座に発動も可能に、実質コストもかからないのでかなり優秀なモンスターと言えるぜ。かなり扱いやすいと言えそうね。現実的ではないもののエクストラリンクされている状態で、このカードを召喚できれば、直接攻撃の後に効果を発動することで、ワンキルも成立するし、ナイトメアデーモンズを使用すれば、もう少し簡単にワンキルが可能に。コンボ次第で恐ろしい動きもできちゃうってことね。そういうことだな。能力が非常に優秀でアドも取りやすく、自爆心の中でも飛び抜けて扱いやすい性能となっているぜ。さすが、代表的な地上絵のカードだけあって扱いやすくていいわね。ただ、弱点も存在しておりまず攻撃力が他の自爆心に比べて低く、最上級モンスターとしては心もとない部分は弱点と言えるぜ。けど、直接攻撃できるし楽に攻撃対象にされないんだから、そこまで気にする必要もなくない？確かにそうなのだが、火力不足というのは、いざという時に難点になるからな。
もう少し攻撃力があると、より使いやすかったのは間違いないと言えるぜ。まあ、それもそうか。そんな自爆神アスラキスクだが、さっきも言った通り、ダークシグナーとなってしまったカーリー渚が作中で2回使用しており、1回目はカーリーの命を奪ったディバイン相手に使用。彼女はフォーチュンレディという除外を扱うテーマデッキを使うのだが、その性能で自らを除外、そして効果を発動させて、ディバインのモンスターを破壊、バーンダメージを与えて、フィニッシャーとなっているぜ。戦闘ではなく効果ダメージでとどめを刺しているの。なんかこだわりを感じるわね。そして2回目は敬愛していたジャックとのデュエルで使用され、ジャックを追い詰めるものの、最終的に攻撃力を吸収されたことで、カーリーが発動した自爆解放によりリリースされることに、地味に相手に破壊されずに終わった自爆神となったぜ。1回目は除外で2回目はリリース。確かに自らのコンボで消えてるだけで、相手からは除去されてないものね。OCG でもアニメでもしっかり強さを出したカードと言えるな。そのため、今回は7位、つまり自爆神の中でも最強という結論に至ったぜ。まあ、性能面で見ても文句はないでしょうね。第6位は自爆神ウルだぜ。これは雲かしら。ああ、雲で問題ないぜ。ナスカの地上絵にもしっかりいるしな。昆虫とかも描かれているのね。そんなウルは、ダークシグナーのリーダーでもあり、治安維持局長官のレクス・ゴドウィンの兄でもある、ルドガーが使用したカードで、効果は自身以外のモンスターをリリースすることで、相手モンスター一体のコントロールを得る効果を持っているぜ。コストこそかかるけどこれも優秀な効果ね。そうだな。しかも奪ったモンスターに制約とかは特にないため、好きにすることが可能で、素材にしてもいいし、リリースしてもいい、普通に攻撃するのもよしと、やりたい放題できるぜ。悪役みたいなことするわね。悪役のカードなんだよこれは。ただ、コントロールダッシュ効果はエンド時に解除されてしまうため、その前に素材にするなど処理するのがいいな。戻しちゃうともったいないしね。そんなウルだが、効果はもちろんステータスも非常に優秀で、攻撃力は3000と自爆神の中でも最高の攻撃力を持っているぜ。攻撃力3000が直接攻撃してくる挙句コントロールも奪ってくるの。かなり立ちが悪いわね。さすが、ダークシグナーのリーダー的存在ではあるよな。しかも、昆虫族としても最高峰のステータスとなっており、当然ながら昆虫族のサポートも共有することが可能に、昆虫族はモンスターの展開に長けているので、簡単に召喚が可能で、切り札としての活躍も期待できるぜ。昆虫族なら森もあるし、共存しやすそうね。まあ、普通は使わないけどなそのカード。とまあこのように召喚難易度も低く、強力な性能のモンスターとなっているのだが、弱点を挙げるなら、効果にコストを要求するため、いざという時は手頃に発動できないのが難点ではあるな。けど、これも正直イチャモンレベルの難点よね。現環境だと特殊召喚しやすいし、コストの確保は容易そうだし。もうその通りです本当に。けど、アスラキスクと比べると、条件はやっぱ少し厳しく、状況によっては重くのしかかる可能性はあるぜ。まあ、ハチドリがあれだけ発動しやすいと、それはそうだけど、そういった部分も加味して今回6位と結論付けたしな。アドの範囲も全然違うしね。それについては、納得はするわ。そんなウル、アニメでは戦術の通り、ルドガーが使用しており、こちらも2回にわたって登場。どちらも優勢との対戦で登場しており、1回目は詳しくは割愛するが自爆しており、2回目は優勢を追い詰めるも最終的に破壊されることに、ハチドリと違って、こちらはしっかりと破壊されているぜ。まあ、自爆についてはともかく自ら命を捧げる必要もない性能だしね。ちなみにこのカード、どちらもスタンディングデュエル、つまり普通のデュエルで登場しているモンスターで、そういった意味ではこちらも 5Ds では珍しいタイプと言えるかもな。基本的にライディングデュエルだしね。第5位は自爆新着チャルアだぜ。鳥、雲ときて次はシャチ、陸、空、海、全制覇じゃない。本当だな。偶然3枚目までで分かれているな。ちなみにこのカードはレイムの言う通り、ナスカの地上絵に描かれているシャチがモデルだな。ナスカの地上絵って色々な動物が描かれているのね。この着チャルアはアニメではボマーが使用したカードで、効果は攻撃を放棄する代わりに守備力の半分のダメージを、相手ライフに与える効果。また、このカードが場に表側守備表示で存在する限り、相手はバトルフェーズを行えない効果を持っているぜ。なるほど、バーンとロックを兼ね備えた効果を持っているわけね。そうだな、自爆神で見ると結構保守的な効果と言えるな。けど、攻撃力が2900もあるんでしょ？普通に殴った方が早くない？ダメージ量だけで見れば、間違いなく効果を使うより、殴った方がいいだろうな。効果ダメージは1200固定だし、とはいえ、この効果は実はかなり重要な効果だったりするんだぜ。そうなの？そもそもこのカード、進化を発揮しているのが、このバーンダメージではなく、もう一つの守備表示の際に、相手にバトルフェーズをさせない効果で、これだけで、相手を一気に止めることができるぜ。確かに守備表示でいるだけで、相手にバトルさせないっていうのは、かなり強力よね。ただ、守備表示にしてしまうと当然自分も攻撃ができない。そこで、このバーン効果だ。なるほど。二つをうまく組み合わせることで、相手を止めつつ削ることができるのか。そういうことだぜ。このカード1枚でロックバーンが完成するため、自爆神で見れば異質だが、性能自体はいいものを持っていると言えるぜ。確かに攻撃されずに削れるのはかなり強いわね。とはいえ、自爆神は攻撃対象にならないので、あまり強さを感じない人も多いと思うぜ。そうだったわね。忘れてたわ。
確かにもともと攻撃を受けないのなら、あまり意味がなく見えるけど、だがこのカード、メイン1を飛ばすカードと併用すると、相手は何もできずに終わるというとんでもないこともできるんだ。そっか、メイン1を飛ばせばバトルフェーズに入るけど、そのバトルフェーズも行えない。しかもメイン2はバトルフェーズ終了後じゃないと行われないから、結果的に相手はドローして、ターンエンドを繰り返すことになるのか。その通り、メイン1を飛ばすカードは燃え竹光が使われており、これらを併用したチャルア竹光なるデッキ名が誕生。一定の成果を出していたぜ。すごい名前ね。このように、他のカードと組み合わせることで完封も可能なので、爆発力というか、そういった面では非常に強力と言えるのだが、あくまでコンボ前提で単体での強さは少し劣ると思い、今回、この順位となったぜ。まあ、汎用性という点だけ見れば、さっきの2枚の方がいいしね。ちなみにアニメでは最初に話した通りボマーが使っており、クロウ戦で1回の未使用、クロウの戦略で守備表示にされるも、守備表示でもバーンダメージを与えられるため、クロウを追い詰めたぜ。うまく回避したつもりが一筋縄ではいかなかったパターンね。ちなみにアニメでの守備力は1600となっていて、守備力だけが OCG 以下の際に上昇していたりするぜ。さすがに最上級モンスターだし、少しは強くしようとしたのかしらね。それはあるかもな。第4位は自爆進化パクアップだぜ。めちゃくちゃ発音しにくそうな名前ね。あと見た目これ何？巨人。ああ、巨人だぜ。ナスカの地上絵って本当色々な生き物が描かれているのね。ちなみにガチャピンに似ていることから、ファンの間ではガチャピンと言われていたりするぜ。ガチャピン似てる？ナスカの地上絵ではかなり似ていると思うな。さて、前置きが長くなったがこのカードは大人気キャラでもある、気流が使用していた自爆神で、効果は戦闘によって相手モンスターを破壊した場合、そのモンスターの元々の攻撃力分のダメージを、相手に与える効果を持っているぜ。このカードもバーン効果になるのね。そうだな。もっともこっちは戦闘を返す必要があるんだけどな。効果自体は別に悪くなさそうだけどね。確かに悪くはなく、効果を使って攻撃表示モンスターを戦闘で破壊した場合、自身の攻撃力分のダメージを相手に与えることができるわけだが、そもそも自爆神は直接攻撃ができるため、この効果を使う必要が全くなく、特性に見合ってないと言えるな。そっか、結局同じなら直接攻撃した方が早いものね。むしろ効果を下手に使うと、効果反応トラップに引っかかる可能性もあるため、申し訳ないのだが、ほぼ死に効果と言わざるを得ないぜ。ここに来てマイナス意見が出始めてきたわね。ただ、攻撃力はウルと同じく自爆神最高の攻撃力3000を誇っており、闇属性悪魔族と種族にも恵まれているため、うまく活用しようと思えばできると思うぜ。種族属性に恵まれているのは良かったわね。そんなコカパクアップ、アニメでは気流の切り札として使われ、しかも結構な活躍を見せており1戦目の優勢戦では、フィニッシャーに近い活躍を見せているぜ。フィニッシャーに近いってことは結局とどめをさせなかったってこと？ああ、途中で優勢の D ホイールが故障して事故になり、中断になったからな。だが、それがなければ優勢は負けていたぜ。大金星じゃない。そして再戦となった優勢のデュエルで再び召喚され、2度にわたり攻撃を仕掛けるもことごとくかわされてしまい、最終的に破壊されとどめを刺されることに。痛み分けって感じね。そうだな、気流のキャラの濃さに見た目のインパクトもあって、おそらく、一番有名な自爆神と言えるかもな。第3位は自爆神ミラコチャラスカだぜ。これまた名前が長いし読みにくいことで、あとまた鳥？これはコンドルだな。こちらもかなり有名な地上絵だぜ。確かに見覚えはあるわね。このカードは、ダークシグナー編のラスボスが使用したモンスターで、効果は召喚成功時に相手の手札の枚数、最大3枚まで、自分の場のカードを対象としデッキに戻すことで、その戻した枚数分、相手の手札をランダムに選んで捨てさせる効果、そして、その捨てた枚数 ×1000、攻撃力をアップさせる効果を持っているぜ。ハンデスに自己強化、かなり強そうに見えるわね。そうだな、効果自体は強いと言えるぜ。ただ、それ以上に難点が多いモンスターでもあって、正直かなり使いにくい部分はあるぜ。そうなの？ハンデスってだけでだいぶ強いイメージがあるのだけど、ハンデス自体は強いが、発動条件が場のカードをデッキに戻すなので、アドバンテージではどうしても差をつけることができず、状況によってはこっちが不利になる可能性もあるぜ。そっか、捨てさせる分、自分もカードを失わないといけないから、どうしてもそこで差がつけにくくなってるってことね。また、召喚に成功した場合に効果を発動できるため、最上級モンスターでありながら、特殊召喚が実質機能しないということに、これも評価を下げているポイントの一つだな。召喚に2体のモンスターのリリースが必要だし、そう考えると、こっちの損失がかなり大きいことになるわね。ああ、何よりこのカード、元のステータスが非常に低く、自爆神最低のステータスで、自己強化すれば、最大の攻撃力を得ることができるものの、月の書やスキルドレーンなどにぶつかってしまうと、本当にただの雑魚になることに。もはやかわいそうとすら思ってきたわね。以上から使いにくいというわけだぜ。確かに運用にはかなり手間がかかるし、弱いと言われても仕方がないわね。ただ、相性のいいカードも何枚か存在しているため、もし使いたいのなら、そのあたりと組み合わせる
のもいいと思うぜ。まだ使い道があるだけマシだったわ。そんなミラコチャラスカ、OCG の効果ではとてもラスボスが使う、モンスターと思えない効果になっているのだが、実はアニメでは全く違う効果となっており、最強の自爆神と言われていたんだぜ。そうなの？アニメでの攻守はなんとたったの1という数字なのだが、自分のターンのバトルフェーズをスキップすることで、相手ライフを1にすることができるという、とんでもない効果を持っていたんだ。チートすぎるでしょそれ。この効果で、ユーゼイ&ジャック&クロウの3人を一気に追い込んでいたぜ。さすがの3人もなかなかにハードだったでしょうね。さすがに強すぎるため、OCG では全くの別物となったんだが、攻守だけは名残として100にしたと言えるぜ。どうせならそこもしっかり変えればよかったのにね。名誉ある第2位は、自爆神コカラヤだぜ。不名誉の間違いでしょ。てかこれ何？トカゲ？その通り、トカゲのモンスターだぜ。このカードは、ミスティが使用したモンスターで、効果は次回効果以外で破壊されてしまった場合、場のカードを全て破壊する効果を持っているぜ。なんか、最初のハチドリと似たような効果をしているわね。なのにここまで順位が変わるんだ。そうだ、同じタイプでも差は生まれてしまう。自然の摂理だろ。厳しい話になってきたな。さてこのカードなぜ、ハチドリと違って、この順位になったのかというと、使いにくいというのがあるぜ。特にわかりやすいのは発動条件だろうな。ハチドリは確か場を離れた時だったものね。なので能動的に効果を発動できたのだが、こちらは破壊のためそれができず、少々やりにくいモンスターとなっているぜ。けど、その分除去範囲は広がっているでしょ？その通り、範囲はハチドリが相手の表側表示のモンスターだけだったが、こちらは表示形式や、カードの種類を問わず全て破壊することに、範囲という点で見ればこちらが圧倒的に上と言えるな。さすがにバーン効果まではついていないから、あっちが強いのはわかるけど、ここまで差が出るものなの？このカードの評価を一番下げているポイントが、この除去効果の範囲によるもので、自分すらも巻き込んでしまう、下手すれば自滅しかねない危うさを持っているのが大きいな。そっか、自分のカードも破壊されてしまうのか。特に自爆神というテーマで見ると、フィールド魔法まで破壊してしまうのは、非常に痛いと言え、自爆デッキだと悪影響を及ぼす可能性が高く、そういった面で今回この順位とさせてもらったぜ。力が強すぎるあまり自分の首を絞めかねないってことね。そういうことだな。そんな子からや、アニメではミスティが使っていたのだが、こちらも2回使用されており、どちらも空き戦で使用。ただ、1回目は召喚直後にデュエルが中断したため、特に効果などは明かされず、2回目の空き戦では再び召喚され、直接攻撃を仕掛けたものの、阻止されてしまい、結果的に破壊されているぜ。そんなに活躍していない感じなのね。ただ、デュエル外では結構目立っているモンスターで、ミスティの復讐対象となったディバインに対し、このカードを使って、なんと捕食させるという衝撃シーンが、エグすぎない？また、復讐心を失った際にはこのカードがミスティを洗脳するなど、変わったところでの印象が強いモンスターとなっているな。デュエルでは活躍できなかった分、腹いせで色々とアピールしたのかしらね。栄光の第1位は、自爆神クシルだぜ。全然不名誉なんだよな。このカードはディマクが使用したモンスターで、効果は場の表側表示で存在するこのカードが、戦闘によって破壊される場合、代わりにこのカード以外の、自分場のモンスターを1体リリースすることで、相手のライフポイントを半分にできる効果を持っているぜ。ライフ半分なんてなかなか強いじゃないの。確かに、そこだけ切り取ればなかなかの強さと言えるだろうな。だが、それ以外があまりにも自爆神としてあっておらず、こちらも死に効果となっているぜ。どういうこと？忘れたのか？自爆神は攻撃対象にはされない。つまり戦闘破壊されることはほとんどないわけだ。そうだ。ってことは発動できなくない？そういうことだな。正確には自爆特攻しないと、発動できない、が正しいと言えるな。何それ、めちゃくちゃ使いにくいわね。しかも、ライフ半分は一見すると強そうに見えるのだが、コストでモンスターを別に用意しないといけないし、そもそもこのカードで直接攻撃を決めていけば、すぐに取り返せる数値だし、とにかく固有効果については、全く噛み合っていないと言えるな。よく見ると攻撃力も2800あるしね。それなら攻撃した方がマシだわ。固有効果と自爆神という点では、一番使いにくいと言えるモンスターで、今回堂々の1位とさせてもらったぜ。別に堂々としていないけどね。ただ、総合力で見ると実は色々と使えるモンスターでもあり、まず、サポートが豊富な獣族という点で強化が可能。しかも獣族は、攻撃力を上昇させる効果が非常に多いため、固有効果を無視して種族と直接攻撃できるポイントだけ抑え、ワンキルに特化させるということも可能だったりするぜ。なるほど、もう純粋な種族とステータスだけで、一気にまくれるというわけね。特殊召喚もかなり容易だしな。使い道自体はあるぜ。なんだかんだで活用方法があるのが自爆神の強みよね。そんなクシル、アニメではどんな活躍をしたのかというと、正直、こちらも少し不遇で一度しか登場しておらず、ルア戦で登場し、ライフを削る活躍は見せたものの、フィールド魔法を破壊されて弱体化し、ルカが加入してとどめを刺されることに。てかアニメだとフィールド魔法がなくても、弱体化で済むのね。効果が無効化され、エンド時に自壊する効果になっていたぜ。また不遇ポイントとして、
リマクといえば、このカードよりも、閻魔王ゼイマンの方が印象に強く残っており、このカードのイメージがない人も多いんだ。影が薄いってことね。そもそもリマク自体が印象薄いからな。まあ、ネタキャラとしてネットでいじられたりもしているが、使用者まで不遇なことあるのね。ただ、フィールド魔法を破壊され弱体化して倒されるという、唯一無二の倒され方をしているので、差別化はできてると言えるかもな。差別化って言わないでしょそれ。というわけで今回は自爆心の最弱ランキングを紹介していったぜ。本当に強いものから弱いものまでピンキリって感じだったわね。そうだな、同じ紙なのにここまで変わるのは面白いものよな。癖もかなり強かったしね。だけどなんだかんだで使い道があるのは、みんなそれなりに強いんだなと思ったわよね。最上級モンスターでステータスも優秀。それでいて直接攻撃できるからな。そもそも弱いわけがないというね。それは本当にそう。現在はサポートも色々出ているし、以前よりは使いやすくなっていると思うから、強さ関係なく気になったやつがあれば、使ってみてもいいかもしれないぜ。わざわざこんなランキング作ったやつが何をいい顔してんのやら。では最後に恒例の、画像で一言。ステーキが偉そうにしてきた。やつ加減の話だった。みんなはどんなセリフが浮かんだ？よかったらコメントしてね。人々の魂を生贄に、氷にせよ、自爆心、ご価格アップ。